共作でも手に入ったネット注文した完熟梅をつけました。つけたのは2024年6月9日。横山食品さんというところに注文していた木で熟してから収穫された完熟梅が午前中に届き、カメムシや雹の被害で傷がありますと言われていたのですが、傷ももちろんありましたが、いい梅も入っていました。私が注文したのは3月の末で、その後に不作だということが分かり、すぐ注文を打ち切ったそうです。今年は共作なので手に入ったことに感謝しています。つける前の下処理は済ませて、これからつけます。全体的に変色して柔らかくなっていた梅3粒は避けてあります。梅や使用する道具などはすべてホワイトリカーで消毒してあり、手の酵素でより美味しくなると言われているので、私は素手で梅干しをつけます。梅が3キロ、粗塩は 540g です。粗塩であればどのような塩でも構わないので、お好みの塩を探してみるのも楽しいかもしれません。詳しい漬け方は他の動画でもご紹介していますので、今回は簡単に説明させていただきます。傷があって心配だと思うような梅は、梅酒など他のものに使用できます。多少の傷であれば問題ありませんが、ご自身で判断なさってください。一部早送りやカットもいたしますが、1段目の梅を入れます。1段目はこんな感じです。用意した塩と梅を交互に入れます。1段目の粗塩を振った後の様子です。1段目と同じように梅を平らに入れて、梅がなくなるまで同じように繰り返します。2段目入れ終えた梅、このようになりました。私がインターネットで購入した完熟梅は到着した時点ですでに熟していたので、そのままつけていますが、お手元にある梅がまだ青い場合は黄色くなるまで必ず追熟させてください。でも追熟させすぎると傷んできたりカビの原因にもなるので、黄色く熟した梅は早めにつけてください。青い梅でつけてしまうと皮が硬い仕上がりになり、逆に黄色く熟した梅でつけることで皮が柔らかく美味しい梅干しが完成します。3段目の梅に塩を振り終えました。梅を容器に入れるときも傷、カビなどは再度確認してください。一番上の梅を入れます。私は梅農家さんや配送業者さんなどに感謝しながら梅をつけています。4粒だけうまく収まらなかったので、粗塩を振った後に一番上に乗せます。粗塩を振ったら残りの4粒を一番上に乗せて、さらに塩を振ります。4粒ではなくても端まで乗せる分の梅がない場合は真ん中に寄せて入れましょう。残った粗塩をすべて振りかけたら、つける工程は終了です。私はお漬物用の樽とお漬物袋を使用していますが、梅の酸で腐敗する金属以外であれば、梅酒などをつける保存瓶でも大丈夫です。保存瓶の場合、専用の中蓋や重しも売られています。中蓋がない方は平らなお皿など
重しが用意できない方はペットボトルなどでも代用できます。今回梅が3キロで、完熟梅は柔らかいので重しは少し軽め、2.5 キロが1つ、1.5 キロが1つ、合計で4キロの重しです。ほこりよけに新聞紙をかけて縛ったら完成です。つけた日付、梅と重しの量を記入します。つけた翌日の6月10日、わかりにくいですが、ほんの少しだけ梅酢が上がっています。つけてから2日後の6月11日、そしてつけてから3日後の6月12日です。順調に梅酢が上がってきています。重しを減らす様子は後日別の動画でご紹介できたらと思います。現在梅干しをつけている方にお役に立つようにできるだけ早く編集・公開しようと思いますが、難しい時もありますのでお待ちください。見てくださってありがとうございました。